センター。こんばんは、迷子のベース担当そよです。こんばんは、迷子のボーカル担当ともりです。この番組はガールズバンド迷子がお届けする YouTube ラジオ番組迷子の迷子センターです。ランダムでメンバーがパーソナリティをしていきます。ということで4月ももう2週間が過ぎたね。もうだいぶ外も暖かくなってきてね。確かにいつも着る服の生地が軽くなった気がする。そうだね、上着もいらなくなってきたもんね。そして春から新生活が始まったという人もそろそろね、新生活疲れなんかも出てきている時期かもしれないね。確かに。みんな疲れてる時どうするんだろう。自分なりの息抜きの方法が見つかったらこう息抜きできそうな気もするけど、やっぱりまだ新しく学校が始まったとかだと頑張りすぎちゃってなかなか息抜きできない人も多いかもしれないね。迷子の音楽が何か力になってたらいいなって思うね。そうだね。それこそこの迷子センターのラジオも皆さんの一息つける時間になったら嬉しいね。ちょっと恥ずかしいけど、でも力になってたら嬉しい。そんな気持ちでお届けしようね。それでは迷子の迷子センター、今週も始まります。迷子の迷子センター。迷子の迷子センター。まずはこのコーナーからお届けします。ふつおたのコーナー。このコーナーではあなたの日常にあったいろいろな出来事をお便りでもらって紹介していきます。概要欄と公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるので、そこからお便りを入力してください。迷子に伝えたいエピソード、メッセージ、質問など何でもお待ちしています。それでは1通目のお便りです。お呼び出しネームコンコルドさんからいただきました。ありがとうございます。迷子の皆さん、こん迷子。こん迷子。最近迷子センターをイヤホンで夜にこっそり聞くというのがマイブームとなっております。こっそり聞く理由も特段ないのですが、高校生の時勉強しながらこっそりラジオを聞いていたことを思い出します。結局親にバレて怒られたことがあったことも懐かしい思い出です。迷子の皆さんは何かマイブームありますか、といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ともりちゃんもこう夜にこっそり何か聞いたりとかするの？聞いたりというか、こっそり枕に顔を当てて歌の練習したのあった気がする。そうなんだ。まあでも大声で歌えないもんね。ともりちゃんらしい練習方法だね。ありがとう。何かマイブームある？マイブームはバレンタインデーの日にタキちゃんからもらったチョコレートがとっても可愛くて、その包み紙が綺麗だったから置いてあって、そこからお菓子の包み紙全部置いてある。包み紙も集めてるの？箱よりもまとめやすいし、並べた時に綺麗だし、あと食べた時の記憶とか思い出みたいなものもそれを見れば思い出せる気がするから。確かに味とかそういうのも思い出せそうだもんね。その包み紙はちゃんと畳んで置いといたりするの？全部並べてる。そのまま広げたまんま？そうなんだ。でもお母さんに掃除機かけるとき邪魔になるからどこかにやっておいてって言われて、そこから机に全部広げた。机に並べてるの？ちょっ
と邪魔だったりしない？実は歌詞書くときいつも机使ってたけど膝の上にノートを置くようになっちゃった。机で書いた方がいいと思うよ。ごめん、最近ガタガタの文字だよね。全然そこは全然気にならなかったんだけど、やっぱり机で書いた方が姿勢もね悪くなっちゃうから。おお、確かに。だから例えばだけど、チョコレートの入れ物とかこう缶のケースとかそういうところの中に入れておいて、見たい時に広げるとかどうかな？わかった。缶探してみる。どこかにしまっておくといいと思うよ。私はね、最近ボディーソープが3種類ぐらいあって。3種類？全部違う香りなんだけど、それを気分によって変えたりしてるよ。どんな香りがするの？石鹸の香りと、あと桃の香りと、あとホワイトティーっていう紅茶の香りだよ。全部違っていい香りがしそう。でも最近はホワイトティーがお気に入りなの。ソエちゃんの隣にいると温かい香りがして優しい気持ちになれるけど、そんなにいろんな種類で名前があったんだね。ボディーソープとかいろいろ気分を変えたい時とかにも香り物を変えるっていうのは一番気分を変えるのに向いてるかなって思うからおすすめだよ。じゃあ次のお便り、ともりちゃんお願いします。お呼び出しネームのっぽねるさんからいただきました。ありがとうございます。迷子の皆さん、こんまいご。日々の生活の中で好きな音ってあったりしますか？僕は新幹線が到着した時のアナウンスが遠くまで来たのを感じられて好きですね。他にもコーヒーを入れるコポコポ音、落ち葉を踏む音、本をめくる音など何か好きな音はありますか？といただきました。ありがとうございます。音ってさ、いいなって思うのが、その落ち葉を踏む音とかだと秋が来たなとか、そういう季節を感じられるのもいいなって思うよね。ともりちゃんは好きな音ある？レッスンするときに、たきちゃんがドラムの準備をして金物が鳴る音とか、アノンちゃんが足でカチャカチャしてる音とか、ラーナちゃんが急に引き出す即興の音とか、あとソヨちゃんがそれを見てため息つきながらちょっと微笑む音とか。私のため息は音？なんか見渡した時にいつもこういうのが生活の音で流れてくるから。でもこれも全部当たり前じゃないなって思うから好きな音。嬉しいね。なんかともりちゃんってその迷子での思い出とか日々過ごしているものとかちゃんと鮮明にこう記憶に目とか耳に焼き付けてるってことだもんね。でもため息って言うと怒ってるように聞こえるかもしれないけど、怒ってるため息の音じゃなくて、なんかはぁって感じだけど、でもあったかいみたいな。もしかしたら今日もやるぞって意気込んでふーって一息ついてる時かもしれないね。そうだったの？そんな気がする。私も自然にやってるからわかんないけど、私はベースとかをチューニングとかしちゃったりしてるから、あんまり迷子のみんなの音とかをこう音として捉えられてなかったなっていうのも思うんだけど、私はちょっと生活音とかの方になっちゃってもいい？お家で一人でいる時に紅茶を入れるためにお湯を沸騰させてる時のボコボコボコって音がしだす瞬間とか、あとはそれこそのっぽねるさんが書いてくださってる
本をめくる音とかもこう静かな中にペラってなるとなんか落ち着くなっていう気持ちがするかな。そうなんだ。ともりちゃんはさ、特にさこうノートに文字を書いてる時の音とかそういうのはあんまりこう聞いてたりはしない？音を聞いているというよりかは気持ちとか景色とかそういうのをたどりながら書き出していただけだったから、その時聞こえる音には集中していなかったかも。お互いじゃあ一緒だね。きっと自分が何かに集中してる時は音として捉えてないのかもしれないね。確かにそうかも。今度からバンド練の時とかともりちゃんがどんな音を出してるのかとか聞いてみるね。このコーナーでは皆さんからのふつおたを募集しています。皆さんの何気ない日常のこと私たちに聞かせてください。たくさんのメッセージお待ちしています。ではこの辺りで曲を聴いていただきたいと思います。今週の選曲はそよちゃんお願いします。はい、それでは聴いてください。迷子でさすらい。同じ音符を追いかけるのに昨日とは何かが違うみたいで止まらないよねその時計さらさらこぼれ落ちてく一番前の僕はもういない後悔する渇望求めないでいただいたのは迷子でさすらいでした。さすらいにはいろんな音が出てくるからね。ぐるりの音とか、生きてる音とかいろんな音がある。やっぱりみんながその時に鳴らしたいと思って鳴らしてる音だったりしてるじゃない？だから今まで自分が周りで聞いてるのも全部生きてる音なんだなって思うよね。実はライブで聞こえてくるイヤモニの中、リハーサルと本番と全然違ってて、アノンちゃんのギターの音とか、ラーナちゃんのギターの音とか、タキちゃんのドラムが大きく鳴り響く時と、ソヨちゃんにも大きく鳴り響く時があって、今大きくなったその楽器を弾いてる子が一番心が熱いんだなって伝わってくる。そうなんだね。私は普段自分の音とかそれこそドラムの音とかそっちを重点的に聞いたりすることが多いから、ともりちゃんならではの視点でお話聞けて嬉しいな。ありがとう。それこそお客さんの歓声も生きてる音だからね。これからもいろんな音を感じながらライブ楽しんでいこうね。迷子の迷子センターでは私たちと一緒に聴きたい迷子の楽曲のリクエストもお待ちしています。
あなたの迷子の推し曲教えてください。よろしくお願いします。迷子の迷子センター。迷子の迷子センター。続いてはこちらのコーナーをお届けします。私の周りの不思議ちゃん。なんだか少し個性的かも。それって不思議な考え方かも。このコーナーではそんなみんなの周りにいるちょっと不思議な子のエピソードを紹介していきます。私たちがみんなのエピソードを聞いて、そのエピソードが不思議か不思議じゃないか勝手にジャッジしていきます。それでは早速1通目のお便りをご紹介します。お呼び出しネーム早起きボーイさんからいただきました。ありがとうございます。迷子の皆さん、こん迷子。こん迷子。僕の友人は食パンを冷凍庫でカチカチに凍らせた状態でトッピングもなしで食べるそうです。本人曰く冷たくて爽快感がある上にパンの甘さを感じられて美味しいとのことです。食パンを食べるときは常温もしくはオーブントースターで焼いたり、ジャムやチーズなどを乗せて食べたりするのが一般的だと思うのですが、彼は不思議ちゃんではないでしょうか、といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまずはジャッジしちゃおっか。決まった？じゃあいくよ。せーの。不思議じゃない。不思議じゃない？どうして？勉強になったって思ったから。勉強になった？冷たくて爽快感がある上にパンの甘さを感じられて美味しい、そんな風なパンにするために冷凍庫でカチカチに凍らせるんだって勉強になったから。そういう食べ方もあるんだなーって思ったってこと？そうなんだ。ともりちゃんは普段パンはどういう状態で食べてる？どういう状態で食べてるんだろう。きっと普通に食べてるんだと思う。そうだよね。でも今っていろんな食べ物があって、レンジで温めるものも、あと凍らせた状態で食べるものも、お湯をかけて食べるものもいっぱいあって、美味しいってきっとそういうのから生まれてると思うから。だからパンにも凍らせて食べる美味しさがあるのかって発見になった。確かに私は普通にふわふわな食感を楽しむものだと思っていたから不思議だなって思ったんだけど、ともりちゃんのお話を聞いてなんかそういう食べ方もあるんだって思ってしまった。名前を変えれば不思議じゃなくなるのかな。そうだね。なんか寿司屋さんは生のお魚で、おにぎりに入れるのは焼いた鮭とかで、言い方も全然違ってて、鮭焼かずに食べれるのってなると不思議な感じするけど、お寿司って言うとそれはお寿司だから焼かないのが正解とか。そうだね。そういう自分なりに生み出した食べ方が新しい文化とか作っていくのかもしれないね。なんかすごくともりちゃんのお話に納得してしまったから、早起きボーイさんのお友達さんは不思議じゃないということにさせてください。はい。じゃあ次ともりちゃんお願いします。お呼び出しネームカレーのないカレーライスさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私の仕事の先輩は睡眠時間が3時間くらいしかないのに、いつも元気でパワフルで面白いです。今は直接仕事を教わっているのですが、いつも優しくて元気なのを見て、体力と精神がすごいと尊敬しています。そしてなんでこんなに元気でいられるんだと不思議にも思っています。私は8時間寝ても眠いのにといただきました。
ありがとうございます。じゃあまずはジャッジしちゃおっか。決まった？いくよ。せーの。不思議じゃない。不思議じゃない。どうして？滝ちゃんとかそんなに寝てないのにしっかり目がパッて開いてたりするから。確かにね。でも寝なきゃダメだよって言ってるんだけどね。それはそうなんだけど、でも人も生きてる動物みたいなもので、それぞれの個体がいろんなものがあって、だからたまたま寝なくても元気に生活できる、そういう生物なのかなって。確かにね。こうショートスリーパーさんがいるっていうその言葉もあったりして、短い睡眠時間でも動けるよっていう人がいるから、不思議じゃないっていうのは確かにわかる。でも私はどうして不思議かって言いたいと、やっぱり睡眠って大事で、それで元気でいられるってすごいことなんだけど、睡眠が大事だから、寝ることは大事だから、それを分かってほしいの。それが不思議っていう意味にはならないと思うんだけど、だから私はね、ずっと思ってるの。タキちゃんが徹夜をしたりとかして、そのまま学校とかバンド練に来てるけど、どうして動けてるんだろう、不思議だなって思うの。ともりちゃんもさ、睡眠時間割と短かったりするじゃない？そうなのかな。時々やっぱり眠そうにしてるなって思う時もあるんだけど。確かに眠いんだと思う。そうだよね。睡眠時間取れなかった時とかって辛かったりしない？辛い。でも寝れないことより辛いことってきっとあるから、だから私にとって寝れないことはそんなに辛いことじゃないのかも。そっか。でも健康ではいてほしい。一生バンドしたいから。だからこれは不思議ってことにして、タキちゃんには絶対健康でいてもらう。そうだね。カレーのないカレーライスさんの職場の先輩の方、ちゃんと寝てください。後々響きます。お願いします。このコーナーではあなたからの不思議ちゃんエピソードを募集しています。ちょっと個性的かも、ちょっと不思議かもと思ったら、そんな素敵なお友達のエピソードを迷子センターの手紙箱から送ってください。お待ちしています。迷子の迷子センター。迷子の迷子センター、今週もエンディングのお時間がやってきました。なんかさ、不思議ちゃんのコーナーをさ、結構長いことやってきてるじゃない？でも私は不思議だって思ったものを曲げたことがなかったの。だけど今回初めてともりちゃんの意見を聞いて、確かにそう考えると不思議じゃないんだなって思って、やっぱりともりちゃんの考えてることとか、みんなのことを肯定してあげるっていうその姿勢がすごいなって思ったよ。そうだったんだ。喋ってる時はわからなかったけど、でもスーちゃんにそういう考えで受け取ってもらえたんだって思ったら、すごく嬉しくなった。ありがとう。こちらこそ。だからこそともりちゃんにかける歌詞なんだなって思うから、これからも私もね、演奏頑張るから、ともりちゃんの歌詞楽しみにしてるね。私もみんなの音で歌っていきたい。頑張ろうね。頑張ろう。この番組では皆さんからのお便りを募集しています。この動画の概要欄と公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるので、そこから番組へのお便りを送ってください。迷子の YouTube チャンネルではオリジナル楽曲の MV やライブ映像を公開しています。私たちの音楽やトークがいいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。そしてお知らせです。迷子サードアルバム地平線が7
7月15日水曜日にリリースされます。数量限定生産特装版ブルーレイ付き生産限定版には昨年12月に開催された迷子エイスライブ思いの形が積もる時の映像が収録されます。皆さんぜひチェックしてくださいね。また5月9日に大阪、8月8日に埼玉にて迷子センター出張版第3弾今の継ぎはぎが開催されます。さらに7月18日19日にはピアアリーナ MM にて迷子ナインスライブが開催されます。どちらも詳細はバンドリ公式ホームページをご覧ください。さて迷子センターいかがでしたか？今後も水曜夜7時に配信予定なのでお楽しみに。来週も迷子メンバーが皆さんのメッセージと一緒に番組をお届けします。番組の感想はハッシュタグ迷子集会をつけてどんどん投稿してください。今週のお相手はベース担当さやとボーカル担当ともりでした。それではまた来週。以上迷子でした。バイバイ。